こんにちは。こんにちは。エメラルドクラブの菅原です。今日は女性社長インタビューということで、佐渡石材株式会社佐渡社長にインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず自己紹介からお願いします。佐渡石材株式会社佐渡直美です。お仕事内容をいただけますか。仕事内容は宅地建物取引主任者の取引士の仕事と、インテリアコーディネーターと、それからコルユ生け花教授のその3つの資格を生かして、主にインテリアデザインをしてます。ちょっとキャッチコピーがあるんですけれど、花あるインテリア、そしてその不動産もっていうキャッチコピーを考えて、いつも言ってます。花あるインテリア、そして不動産も。はい、その不動産もです。よろしくお願いします。最近何かお仕事で力を入れていることを伺いますか。それは資格取得のための勉強を。何の資格を取られようとしてる？バブルの頃の人なので、ちょっとブランド志向なんで、国家資格がいいんですけど、今度取りたいのは FP なんですけど、ファイナンシャルプランの勉強中ということで。そしたらなんか今年コロナでなくなっちゃったんで、ちょっとずっこけて今はちょっとサボり中なんですけれど、あとはちょっと内部留保貯めていく内部留保を頑張っております。ありがとうございます。会社は始められて何年目になりますか？創業からは31年。31年。設立からは20年です。途中ちょっと体調不良とかがあって休業してた期間があるんですけれども、社歴だけは長いみたいな感じです。ありがとうございます。今までいろいろ事業やられてきたら大変なこともあったと思うんですけど、一番今まで大変だったお話伺ってよろしいですか？大変なのは手形のジャンプ。手形のジャンプちょっと冗談なんですけど、売掛金の回収ができないのが一番やっぱり嫌だったんですけれど、自分の過去をいろいろずっと遡って訴求して考えまして、若い時に若い社長さんだけを集めて地方のお寺を立て直すっていう事業に参加したんですよ。そしたらその全部をまとめてたコーディネーターさんの会社が倒産して回収できなくなったんですね。で全員若い社長が回収できなくなっちゃって、で後から聞いたらそのお寺の住職もグルだったっていう。騙されちゃった。そうなんですね。今だったらもう絶対にみんなで訴訟を起こすみたいになると思うんですけど、当時は若かったんで周りの大人の人に助けてもらってちょっと立て直したんですが、後からこれ後日談がありまして、詐欺っていうか計画倒産した社長が長野県のとある市の市議会議員になってて、でなんか敵ながらあっぱれみたいな若い頃経験したことがあって、でも結構エメラルドの皆さんにこの話をすると、皆さん似たような経験を若い頃されてるっていう方も多いので、良かったです。いい経験させていただきました。じゃあ訴えもせず、訴訟もせず、本当に泣き寝入りみたいな感じだったんですか？本当。事業やってるといろいろ大変なこととか苦労することあると思うんですけど、何か大変な時とか気持ちが落ち込んだ時に脱出する方法ありますか？それは弁護士に相談します。弁護士さん。だからなんか思い悩んでるの時間もったいないんで、最短距離でシンプルにスマートに大変なことにぶち当たったらまず弁護士に相談すると。それでも回答を出すみたいな感じで、なんか大根買いたければ八百屋に行くとか、そういうなんかそんな感じで問題が起きたから弁護士のとこ行くっていうか、その道ごとのプロの人のところに行って相談したりとか、その道のプロに相談する。で困ったトラブルになったらやっぱり弁護士のところに行くっていうのが、業界的にもそんな感じかなっていう。なるほど。あまりくよくよしたり、メンタル的にこういう風にっていう風じゃなくて、それのプロに相談しに行く。合理的にやっていきます。大変な時に落ち込んだ時に助けられた言葉とか好きな言葉とかありますか？助けられた言葉を考えて思い浮かばなかったんですけれども、今度落ち込んだりした時に使えるかなっていう言葉があって、アドラー心理学のシュタイロンっていうらしいんですけど、自分の運命は自分が主人公っていう考え方で、例えば転んじゃったっていうか失敗しちゃった時に、なんか運命だからって言ってちょっとがっかりして落ち込んだりしてるんじゃなくて、転んじゃったらなんか掴んで立ち上がって、そしてなんか自分で道を切り開くみたいな。落ち込んだ時ってなんか全部ダメみたいになっちゃうじゃないですか。でもそうじゃなくて、よく言うのはピンチはチャンスとかいうことなのかな、そんな感じに考え方を持ってい
くっていうプラスに持っていく。はい。できすぎです。大丈夫です。これからやりたいこととか目標にしてることありますか？はい、最近なんですけど、NHK のテレビで見たんですけど、第二次世界大戦の時の戦没者の遺品っていうのが、もう日本国中のいろんなところでちっちゃい自治体だとか個人でとか展示をしてる施設とかがたくさんあるんですけれど、そこが管理している方がご高齢になられて維持していくのも費用がかかるということで、今結構立ち消えになっているところがたくさんあるらしくて、東京の港区にそれを全部回収して博物館をしようっていう話があったのが、近隣の外国からちょっとバッシングを受けたんで、結局それ今もなんか開館できずにそのままになってるらしいんですね。で、私若い時に近所のお医者さんの院長先生おじいちゃまが原爆写真の展示をして回るっていうのをボランティアでやってて、で私もそれ手伝ってたんですけど、そのお医者様が亡くなっちゃってそのまま自然消滅してしまったんですが、そういうことをちょっとなんか自分の年取ったら自分のアイデンティティみたいなことのためにもなんかやりたいなっていうのが最終的な目標みたいので、素敵ですね。ちょっとかっこつけてちゃったりして、そんな感じです。ありがとうございます。あとこの動画を見ていただいているこれから起業したい方へちょっとメッセージいただけますか？起業したい方じゃなくて、割と若い方と目にかかるといつも言ってるんで、私の周りの人から言わせると耳にタコかもしれないんですけれど、いただいたお金は右のポケットと左のポケットに半分ずつ入れて、事業するのも投資するのも右のお金だけを使って、左のお金は取っといた方がいいと思うんですよ。本来、事業をするときはもちろん右のお金も使うし左のお金も使うし、何だったら融資もしてもらってどんどん大きくしたいって思うかなと思うんですけど、経済的合理性だけを求めていくんじゃなくて、なんか焦っちゃったりするんで、失敗すると、その時この左のポケットがあると割と助かるかなみたいな。ちょっと分けて置いておいた方がいいですね。で、日本ってなんか海外旅行好きにいろいろ行くとやっぱ天然資源がないから、いざっていう時に本当に働かないと食べていけないじゃないですか。のほほんとしてなんか森にいて食べていけるとか油田があるとかじゃないので、そういうとこはちょっとあんまりダッシュしないで、起業家の方は、ちょっとなんていうの、そんなに大きくすることばっかりに走らさせられずに、無理せずですね。冷静にっていうふうに言ったりしたいんですけど、それダメなんですよ。本当はね、投資しなきゃいけないんですよね。貯金を投資しろってね。じゃあ左のポケットは投資？でもこっちやっぱこっちって投資もこっち。これは取っとく。取っとか使わずに取っとくとか。でも政府って昔は日本人には貯金しろって言ってたのに、今になってから投資しろって言ったってそんなねあちこちにできないんで、貯金はしといた方がいいかなって思います。はい、ありがとうございます。以上ですけど、何か PR したいこととかありますか？ベルトなんですけど、CC ベルトの、株式会社佐渡という私の名字と同じ名前のベルト屋が実家なんですけど、明治時代からやってまして、一応日本では一番大きくって、いろんなところの OEM をやらせていただいてるんですけれど、これから自社ブランドみたいなのを作って頑張っていこうっていう感じなので、あと国内生産シェア7から8割ぐらいで結構ちゃんとしたものを作ってるんで、メイドインジャパンですね。はい、そうなんです。創業以来国産一筋なので、アマゾンとかでサドベルトって入れると出てきますんで、すいません、そっちの方が一生懸命宣伝しちゃってすいませんけど、サドベルトどうぞよろしくお願いします。詳細ページにも入れときますので見ていただけたらと思います。あと OEM を頼みたい方とかも OK ですよね。もちろんお願いします。メイドインジャパンの自社ブランドを作りたいとか言ったらサドベルトへカバンとか財布も作れるわけですね。ビギンで一生ものの一番もらいましたお財布。言っちゃっていいのかな。ありがとうございます。詳細はまた詳細ページに入れておきますので、また見ていただけたらと思います。ありがとうございました。本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問、ご感想等いただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。